はい、皆さんおはようございます。今日はロンドン2日目の様子をお伝えしていきます。ロンドン2日目の天気はあいにくの雨。気温もすごく寒くて、ジャケットやカーディガンが必要な天気。今の時刻は朝の9時頃。大英博物館の近くのホテルに宿泊していたので、たくさんの人が大英博物館に向かっていました。今日私たちは朝食を取りにやってきました。お店の名前は忘れちゃったんですけどね、すごく人気な朝ごはん屋さんでした。到着した時すでに、3、4組かな並んでいて、私たちは30分くらい待つことになりました。並んでいる途中で気づいたんですが、少しずつ晴れ間模様が、見えてきましたね。雲がすごく早かったです。さて、お店の中に入ってカフェラテとイングリッシュブレックファストを注文しました。カフェラテの量が大きくて、思わず砂糖と比べてしまいました。アメリカのマグカップのサイズもすごく大きくてびっくりした覚えがあるんですが、イギリスもコーヒーを飲む人が多いんですね。そしてこちらがやってきたイングリッシュブレックファースト。なぜかポーチドエッグを頼んでしまったんですが、でも結果的に正解だったかもしれません。日本ではね、イギリスの食べ物はとにかく美味しくないというね、説があるんですけど、イングリッシュブレックファストを食べた私の感想としては、別にそんなにまずくはないんじゃないかなと思いました。なんか日本みたいな繊細なね、薄い味の中にコクがあってみたいな、旨味があってみたいな、そういう感じではないけど、ただなんか別にアメリカとかと比べてすごくまずいかと言われたらそんなことないんじゃないかなと思いました。このね、豆の、煮たものもちょっと怖かったんですけど、食べてみたらすごく美味しくて、ほとんど完食しました。妹の頼んだ、ブラータチーズとトマトのパンもすごく美味しそうでした。すごくね、人気なカフェなのか、もう店内は満員で、予約もね、できるみたいなので、もしも行きたい方は予約をおすすめします。ところで、イギリスのパンについてなのですが、私はこのね、パンを気に入っています。なんかね、中にいろんな、雑穀みたいなのが入ってて、あと白いパンじゃないので、ちょっと体にも良さそうな印象はありましたね。どこのパンかは忘れちゃったけど、でも多分ドイツのパンはもっと硬くて酸っぱかったりとか、アメリカのパンはもっと白くとね、ふわふわしてるのかなって思うんですけど、このね、イギリスのパンはちょうどいいバランス、栄養面もありつつ味も美味しくてかなり気に入っていました。皆さんはどこの国のパンが好きですか？ぜひね、コメントで教えてください。なかなかね、ボリュームの多い朝食だったのですが、結構お腹が空いていたので、ほとんど完食してしまいました。さて、レストランを出たら次に向かうのはバッキンガム宮殿のガードホースです。前日に、ホテルからね、そのエリアまでお散歩したらちょっとね、やばい人とかもいたので、今日はバスで移動をしていきます。どうやらロンドンのね、バスは乗っても安全ということでした。そしてね、わずか 1.75 ポンドで乗ることができて、1時間以内であれば、その次のバスが無料になるというね、面白い仕組みを導入しているみたいです。これならね、乗り間違いをしてもね、バスが無料になるので、
損はしなくていいですよね。2階からのバスの眺めは最高でした。ぜひね、ロンドンに行った際はロンドンバスに乗ってみてください。はい、こちらがホースガードになります。時刻は朝の11時20分頃だったので、パレードは終わってしまったんですが、馬が、別の方にね移動していくのを見ました。この辺の方たちはね、銃じゃなくてね、剣を持ってるんだとね、驚いた記憶があります。そしてね、馬も黒くてね、すごくかっこいい馬ですよね。たくさんのね、観光客の方は馬について行ってましたが、私はね、残ってまだ続きを見ていました。ここでね、何が行われていたのかわかんないんですけど、この方たちは門のね外に出ていくようです。すごい大きな馬ですよね。パレードには間に合わなかったものの、これを見ることができてよかったです。さて、続いてやってきたのはビッグベンです。ビッグベンの前でなんかね、デモみたいなのが行われていたんですが、すごくね、賑やかな雰囲気だなというのが第一印象です。そしてこちらも、博物館ですね。名前は忘れちゃったんだけど、美術館、教会、どっちだったかな。ビッグベンの近くにある建物になります。そう、こんな感じでね、どこを見ても本当に西洋のね、すごい荘厳な建造物がね立ち並んでいて、かなり感動的な景色でしたね。日本にはね、銀座とかは一部こういう景色あるけど、ほとんどこういう景色じゃなくて新しいビルとかなので、こういう景色は結構新鮮でした。こちらはロンドンアイと呼ばれる観覧車ですね。今回はチケットが高いので諦めました。そしてテムズ川、想像したよりも綺麗ではありませんでした。はい。そしてね、雨がちょっとぱらついてきたので、再びバスで移動していきます。ロンドンバスはかなりのね頻度で来るので、移動手段にはとてもおすすめです。バスの中から見る景色を、残念ながらね、雨が降っていました。今日はこの後午後4時からアフタヌーンティーがあるんですが、それまで少しね時間があるので、2人で街を散策することにしました。バスは基本的には混んでいないのですが、夕方の時間になるとね、すごく混む印象があります。さて、やってきたのは、カフェですね。窓から見える景色を見るとね、もう雨が止んで晴れ間が広がっています。このようにね、ロンドンの気温というか天気はかなりね変動するので、これに慣れるのはちょっとね厳しいなと思いました。雨がね降ったり止んだりをね繰り返すとね、ちょっともうわけわかんなくなっちゃいますよね。ただ日本からね私たちは来ているので、暑さっていう意味ではかなり過ごしやすい天候になっていますね。まずこうやってねタートルネックが着れるなんて奇跡みたいな感じですね。日本に帰ったらどうなってしまうんだろうっていう感じですけど、ここでは、カモミールのお茶を注文しました。向かいにね、日本人なのかはわからないんですけど、アジア人の女性一人でカフェをしている人がいて、結構ロンドンでもね、一人旅できるんだなーってちょっと
びっくりしました。ニューヨークに比べるとそんなに危険ではないのかもしれないなと思ったりもします。カフェを出て次はお土産屋さんを見ていきます。本当はオックスフォードのエリアに行ってですね、オックスフォードの大学のパーカーを買いたかったのですが、今回はそのね時間がないので、このね中心部にあるお土産屋さんでロンドンのパーカーを買うことにしました。買い物を終えた後に、アフタヌーンティーのね場所の近くにやってきました。フォートナムメイソンの前にあった、美術館ですね。ここはですね、無料で入ることができて、お金を払ったらねゴッホの絵が見れるということでした。その他にもね可愛い通りなどがあってすごく楽しかったです。さあ、目の前に見えるのがフォートナム・メイソンのお店です。イギリスはね紅茶が有名ということでね、どうしてもここに来てみたかったので、すごくこのね旅行の中でも楽しみにしていました。店内にはたくさんの紅茶があってですね、紅茶の他にも、スイーツだとか、あとは雑貨もね売っていました。さあ、これは3階にあるアフタヌーンティー会場ですね。中にはねアフタヌーンティーをする人だけしかいないんですが、多分100人近い人がいたのかな。すごい活気でびっくりしていました。さて、今回ね頼んでくださったメニューはシャンパン付きのアフタヌーンティーということで、すごくねびっくりしました。まさかねシャンパンが飲めるなんて思っていなかったので、すごくね嬉しかったです。予約してくれてないフォローさんに本当に感謝ですね。これはこの度初めてのお酒かもしれません。私はシャンパンが大好きなので、もうねめちゃくちゃ最高でした。さて、紅茶がやってきました。私が頼んだのはアイリッシュブレックファストという種類。意外とね小さそうなティーポットだったんですが、3杯から4杯ぐらいね飲めるくらいの量は入っていたので大満足でした。そしてね、店員さんがね日本語で話しかけてくれたのがすごく嬉しかったです。やっぱり事前のね調査によると、日本人はアジア人という理由でね差別を受けることがあると聞いていたので、嫌なことを言われたらねどうしようかなって思ってたんですけど、すごくね優しい感じの店員さんで、アフタヌーンティーを楽しむことができました。お店の方が言うにはね、何回おかわりしてもいいよっていうことだったんですけど、そんなにいっぱいは食べられないのでおかわりはできませんでした。さあ、食べていきたいと思います。このねアフタヌーンティーで食べるねサンドイッチが美味しいんですよね。お腹がいっぱいにならないように今回は、お腹のサイズをね調整しながら食べていかないといけませんね。このサーモンもめちゃくちゃ美味しかった記憶があります。そう、イギリスのパンはねこういう感じでいろんな種類のパンがあるのが印象的ですね。はい、ということでねアフタヌーンティーが終わって、今からホテルに帰るっていうところなんですが、
外はね、またね、雨になっていましたね。そしてね、小雨どころかもう豪雨みたいな感じで、バスにね、乗ることにしたんですね。ただ、なんか通勤ラッシュと重なっちゃったのか、この後は結構ね、バスが満員で帰ることになりました。という感じでね、もうロンドン2日目のは降ったり止んだりの天気で、それでもね、観光をかなり楽しむことができて、最高な一日でした。今日もね、動画を最後まで見てくれてありがとうございました。それではね、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。